インフレ率が落ち着き始めた世界で気づけば G7 の中で一番のインフレ率になった日本の株価は上下でしょうか。アメリカ次第なんですよね。アメリカがくしゃみをすると日本は風邪をひくと言われて長い昨今ですけども、アメリカがちょっと今後どうなるかわからんという状態で、そのアメリカを無視した形というかアメリカに依存しない形で日本が経済状況というのが作れるのであればいいんですけど、でアメリカが確か GNP でいくと 3% ぐらい下がるんですよね、3ヶ月でっていうぐらい結構まずい状態になるよねっていうのがあって、リーマンショックってリーマンショック起きるよねって言われて、でもう数値的には起きてるよねっていうのだと、実際にでもリーマンショック起きるまで確かね1年ぐらいかかってるんですよね。これ悪くなるよね、数値的にはもう悪くなってるよね、でもその国民が実際にこれ悪くなったよねって体感するまではやっぱり時間かかるんですよね。なのでなんかトランプショックって言われて関税動向っていうのが一通り終わったけど、まあまあそこまでのことなかったよねっていう風な考え方もあると思うんですけど、関税が起きた以降中国とアメリカがどうなるかっていうのがまだ結論は出ていないので、思ったよりはそんなこと起きなかったよね、なんか大丈夫なんじゃねという安全策の方に僕はいないですね。もうちょっと悪くなる可能性まだあるんじゃないかなっていうところで僕は見ています。ただ僕間違ってる可能性もあるので、はい。僕現金多めです。バークシャーハサウェイっていうコカ・コーラの株主だったりジレットの株主だったりするウォーレン・バフェットさんも自分のファンドを現金に持っていて、現金側に確かね50兆円分ぐらい持ってってるんですよね。っていうので割とその安全策側の人はまだまだ現金だよねって言ってるので、僕も現金の方が今はいいんじゃないかなというふうに思っています。アメリカで物をつけるとトランプ政権は完全としています。すでに米国内にある工場に集約する内容ですが、工場を申請すると稼働までに2年。ただ2期目であるトランプ政権は4年後には終わります。その後の政権を交換税で止めたらアメリカ工場は大きなリスクがあります。各メーカーの対応を予想してください。もう予想する必要もなくて、ストラティス、クライスラーとかフィアットとかの親会社は確かアメリカの工場も停止してリストラ始めてますね。結局その新しく工場を建てたからといってじゃあそれが回収できるのかっていうと、別に回収できる可能性見込みがあるわけではないんですよ。なのでじゃあもう縮小した方がいいよね、トランプさんがいなくなるまで生産量を減らした方がいいよね、人をリストラして給料を払わない方がいいよねという構造になっちゃってるんですよね。すでにアメリカの自動車工場でも部品の輸入に関しては関税かけないって言ってるんですけど、とはいえ多少やっぱ関税かかってしまうよね、そういうのもあったりするので、なので基本的にはもう経済を縮小させる方法で新規に工場を作るっていうのはほぼないと思いますけどね。僕が今聞いてる限り自動車メーカーでアメリカに新規工場を作るって言ってるところは聞いたことないので、そこまでバカな経営者はいないんじゃないかなと思いますけどね。でさらにアメリカ以外で撮影した映画をアメリカで公開するときに関税をかけるっていうのを言い出し始めたんですよね。すごいですよね。ハリウッド潰れるんじゃないかな。結局そのアメリカの映画業界、どこを映画業界っていう部下にいるんですけど、アメリカの配給会社的なところがなんで海外で映画を撮るかっていうと、もうコストの問題なんですよ。アメリカ国内だと組合とかもあるし、広い土地で何ヶ月も映画撮影できるようなところってほぼないので、結果としてニュージーランドで撮りますとかカナダで撮りますっていうもともと人口密度が低いところで撮りますよって話になって、なのでロード・オブ・ザ・リングとかもニュージーランドで撮ってると思うんですけど、っていうところをそこをじゃあ全部アメリカでってなると多分コスト上がりすぎちゃってもう多分回収できなくなるんですよね。回収できなくなるとどうするかというと映画を作らないということになるんです。でアメリカの配給会社が映画を作らなくなった時にヨーロッパとかフランスとか東南アジアとかで作ってる映画っていうのは今まで通り作り続けて、でアメリカ人はネットフリックスで外国で作られた映画を見るようになるんですよね。ミニオンズっていう映画、黄色いメガネをつけてる生き物と泥棒が出てくる映画で4作ぐらいやるやつがあるんですけど、ミニオンズディズニー傘下でやってるんですけど、ミニオンズってもともとフランスのクリエイターが作っててフランスで多分制作もやってると思うんですよね。で一応その世界中にミニオンズって広まっていてグッズも売れたりするんですけど、あと怪盗グルーですね、日本だと。でこれもだからディズニーがお金出してるはずなんですけど、これも多分フランス制作なのでトランプ関税引っかかっちゃうんですよっていう感じで、アメリカのディズニーという会社がやってるように見えていて実は海外ですっていうのも結構あって、マーベルの映画とかも撮影自体は海外多いですよね。ケベック州でやってますとかコロンビア州でやってますみたいな。なのでね、そこら辺がねトランプさんはね本当思いつきで喋るからどうなんだろうねっていうところで、ただまあね思いつきで喋ってそれをひっくり返すっていうのがあるから、最初にこう観測気球を上げた時はそこまで不安視しなくてもいいんじゃないかっていう説もあるんですけど、でも結局関税自体は始まってしまったので、なのでなかなか厳しいことになるんじゃないかなというふうに思ってます。自民
民党に投票しているジジイとババは選挙に行かない奴らのせいでこの日本が移民増税、手取り減少、いろんな問題に直面していることに日々イラついています。ひろゆきさんどう思いますか？海外行ったら、いや結局多数の有権者が今の日本を望んでいる結果なのですよ。日本を変えた方がいいと思ってるし、僕もこのままでは良くないと思ってるので、少子化とか変えた方がいいよねとか、子供産んだり狭い上げた方がいいよねとか、ベーシックインカムやった方がいいよねとか言ってはいるんですけど、でも多数の有権者は今の日本を続けたいのですよ。で、僕はそこに革命を起こすとか暴力によって有権者を減らそうというふうには思わないので、多数の人たちがそれを望むのであれば、その国の人たちはそれを望んでるんだよねっていうふうに受け止めるタイプなんですよ。アメリカのトランプ大統領がなかなかひどいことをやってるんですけど、でもあれはアメリカ人が望んだ結果で、なのでアメリカ人の多数の有権者というのはああいうものを望んでいたんだ、じゃあアメリカに投資するのやめようとか、アメリカに旅行に行くのやめようとかっていうので、自分の行動をそこから遠ざけるっていうふうに僕はするんですよ。アメリカ人を変えるのは僕はできないし。じゃああなた方、日本人を変えることはできますか？友達とかだったら考え変えることはできるかもしれないですけど、じゃあ親兄弟とか赤の他人とかの考えを変えられるかっていうと、僕は変えられないんじゃないかなと思ってて、であれば自分が快適な状況の場所に行くという方が結果としては精神衛生上いいんじゃないかな。日本を変えられないのであれば、日本以外の場所で自分が快適だと思う場所、空間というのを用意するという方がより現実的なのではないかなっていうふうに僕は思ってます。快適な環境、状況を作るというのは努力なのか金なのか、いろいろあると思うんですけど、個人の能力である程度はできるんですけど、多数派の日本の有権者の考え方を変えるというのは僕はできないと思ってるんですよ。若い人って考え方すぐ変わるんですよ。生まれた年数がそんなに変わってないというのと、脳がそこまで固まってないというのもあって、こちらの方が正しいよねとか、こうした方が効率いいよねとかになると、割と考え方って変えられるんですよ。でも年を取れば取るほど新しいことを学ばないし、考え方が変わらないんですよね。なので現状というのが日本の場合だともう33% とかが65歳以上の人だと思うんですけど、投票に行く割合でいくともっとそっちの方が高かったりするので、多分投票に行く人の投票者有権者年齢で言ったらもう60歳近いんじゃないかなってなると、考え方を変えられない人たちが多数派で、今と同じことを続けたい。で、今と同じことを続けるためには労働者から搾取した方が良い。で、子供にお金を配るぐらいだったら、年金とか医療費に使った方がいいよね。子供にはお金を使わない方が良い。で、じゃあそういう政策やりますっていうので、結果として自民党、立憲民主党っていうのが票を集めています。なので自民党とか立憲民主党の政治家が悪いかというと、僕はそうでもないと思っていて、要するに政治家として生活していきたい人は票をもらわないと政治家になれないじゃないですか。なので30年後40年後の日本にとってはこういうことをした方がいいよねって言ったとしても、受かりませんでしたっていう人って無意味なんですよ。逆に今の高齢者の人たちが喜ぶことを言って票をもらって政治家になった人は、年収3000万円ぐらいが国会議員として保証されて、で通信費で毎年1000万ぐらい使えて、秘書とかやったったの給料出てるっていうのが何年も続くよねっていうのがあって、それは政治家になった方がいいんだったら、政治家になるために有権者に受けることを言うよね。で、有権者に受けることを言うのよねは正しいんですよ。だって民主主義ってそれだから。多数の人が票を入れて、その人が受かって政治をやるというのが民主主義なわけだから、高齢者受けを狙うというのは有権者から票をもらうという意味でいくと民主主義としては正しいんですよ。僕は民主主義は正しいと信じてるので、票を入れるやつを何とかするとか、こういう票を受けたやつを殺すべきだみたいなのが民主主義を否定する人たちなんですけど、僕はそれではないのですよ。日本という国はそちらを望んでいるのですね。少子化ってもう40年以上続いてて何でも変わってないので、皆さんがそう望むのであれば、僕はそこに居場所を作るというよりも他に作った方が楽だよねと思ってしまうという話です。民主主義って本質的にはね、失敗するんですよ。ツイッターにも書いたんですけど、労働者、有権者に含む労働者の割合が 50% を切った国は民主主義として成立したくなるんですよ。例えばナウル共和国っていう国があって、リンの鉱石が大量に取れてしまったので、ほぼほぼ働かなくてもリンの鉱石を輸出してるだけで外国からいろんな石油だったり物だったり買えるから、ほぼ働かなくてもいいよねっていう国があったんですよ。ところがリンの鉱石が取れなくなったんですよ。そしたら働くって何みたいな人が多数派になって、でその時にみんなで働こうにはならないんですよ。働かなくてもいいようにお金を配り続けますっていう人にやっぱり票は集まるんですよ。この状態だとうちらの国ナウル共和国はもう持たないです。だからみんなでこれから勉強して働くようにしましょう。これ30年後のナウル共和国にとっては正しいと思うんですけど、でもそれより、いやなんとかです、
埋蔵金あるんで、俺に投票してくれたら埋蔵金掘って配るんで任せてくださいよっていう人にやっぱ投票しちゃうんですよ。で結果として国民というのは働かなきゃいけないよね、教育をしなきゃいけないよねじゃなくて、よくわかんないけどこいつに投票したら金まだ湧いてくるらしいぞっていう人に投票しちゃうんですよ。この構造というのは民主主義が労働者の割合が 50% を切った時点でこれ止められないんですよ。要するに働いてる人は働かなきゃいけないよねっていう人が少数派になって、俺たち働いてないんだから働いてないやつが金もらえる法律の方がよくねみたいな、働いてないやつ月に20万円もらえる法みたいなのがあったら、俺働かなくて20万円もらえるんだ、全然そっちがいいじゃんっていうので、みんながそれに投票して働いてないやつ月に10万円もらえる法が成立してしまって、結果として働いてる人のは社会保険料という感じでひたすら増税されていくっていう。日本だとまだ20万円からで13万円とかなんですけど、で年金で13万円で生活保護でも東京だと13万円ぐらいっていうのが必ずもらえるんですよね。なので働くよりそっちの方がいいよねっていう人が多数派になってしまうっていうところでいくと、民主主義って結構時間の問題で失敗に行き着くんじゃないかなっていう。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。